の円からのこれですね。せーの。それか。おお。日和さん嬉しそうですね。こうからの大東流合気柔術山本先生の指導のおかげで随分上達しているみたいですね。そうです。お、そう自然自然。そうですそうです。このままこうやってやると握るところだし、ちょうどいいんですけど、こうやってこうやってもこれで触ってないから。でも触ったつもりなんですよ一瞬。見ました見ました。今の見ましたか。触ったつもりで触ってない。一体どういうこと？さあ今日も国際商東館の金沢日和さんと一緒に大東流合気柔術の秘密を教わっちゃいましょう。じゃあ例えばここを掴まれました。まあこれ別に仮に突きだったとしてもいいんですけど、まあ仮にさばいたとしてこの辺の位置でここですね。うわびっくりしちゃった。なんでまあこれも疲れてもしこうやって掴めるんだったらもうこれでこうやって落とせるとですね。はい。でやってることははい。こう握られました。上げます。上げます。かもしくは身長差によるんですこれ。例えばちょっと膝立ちになっていただいて、この身長差だと上げる意味がないんですよね。そうですね。これだったら下げます。はい。下げて落とします。なのでこの体操とあとこの体操を組み合わせることになります。はい。ただこれ逆の場合は逆の場合は最初から下げると結構厳しいんで、ちょっと上げてから落とす。でひねってあげる。っていうことをやってます。はい。六方界での技だけで表現すると、この上げて下げるっていうことをこうやってやるんですけど、本当に片手しか使ってないですか。普段の稽古は上げて下げる、重心を上げて重心を下げてあげるっていう動作をこうやります。でこれ下げる時も膝をピンって張ると自分は蹴って上にやって上半身は下に下げるんで拮抗しちゃうんで、なるべく抜いてあげるところですね。踏ん張らないところです。踏ん張らない。なんだったら一緒にしゃがむイメージです。一緒にしゃがむイメージ。一緒にしゃがむイメージ。本当だ本当だ。でこれを自分はしゃがまないで抜いた状態で作ってあげるってことですね。はい。やってみますか。やってみます。やってみますけどお願いします。体験していきますかね。はいはい。肩握っていただいて、そうそうそう。でまあ一番最初にやりやすいのは多分こういうふうに掴んじゃうとくるんであげる。くるん。そうで上げてあげるのと下げてあげる。上げ下げですね。重心を上げた後に下げてあげる。で回してあげる。ってことをやってあげるとこうなります。でこれもこういうやり方するともうこの途端にロックするんですよ全部が。こういう鍛えてる人がロックするとややこしいんで、これだともっと強くグッと握ってもらって、自分ロックしてますよね。ロックしてるんですよ。全部締めてるんですよね。締めてるので逆に僕も締めようとするともう途端に反応するんで、僕はふわっとしか使わない。ふわっとしか使わない。でここはあんまり考えない。だからさっき言った圧がかかってないところを動かすんで、上げますと時に肩は多分動かないんですよ。胸もあんま動かすとこう詰まるんで、なので例えばこの体操を応用してこういうふうに今度こっち腰を動かしてあげるとかあと胸の後ろだけ動かしてあげるとか、っていうのをやってあげるとこれで分かんないですよね。でさっき言ったしゃがむっていう僕たち受け身を取るじゃないですか。受け身って抜きの練習もしてると僕は思っているので、これは受けの練習になってないので一緒にしゃがめるかってことがそこあって、なんでこれは全部足首とか膝とか股関節とか抜いてあげて一緒に吸収するっていうことをやってるので、それを重心を上げたり下げたりするのに合わせてこういうふうにやってあげるんで、こういうふうにいくと大丈夫ですか？なんですね。はい。ということですかね。だからこれをちょっと普通の僕たちの稽古でいうとこれだけなんですよ。これだけでやるんですから。さっき言った通り身長差が多分身長差あんまないですか？ありますかね？ちょっと高いです。
はい高いので、だったらちょっとこう上げますね。上げてイメージはここにこうはい打ってるイメージ、肘とかでもいいです。肘で打っといて、はい肘でこう落としたイメージでもいいかもしれないです。はい。なんですけど、僕たちはあくまでも徒手で手を伸ばしなさいって教えるので、拳にはしないですけど、イメージはそんなイメージでもいいかもしれないですね。はい。ね。上げて。よいしょどうぞ。はい。そうですね。あっちか。さばけたとしてです。で、これで上げるんですか。ここはもう包んだらもう手の役おしまいです。はい。なのでこれがこういうふうにこういうだってここに打ちたいとかだったらこっちに向かってやりますよね。で終わったらこういう円で落とします。こうからのこうだ。そうですね。この円からのこれですね。せーの。それか。おお。いや今動かしていただいた時の待ってください。こうからのこうからのこうですね。はい。こうからのこう。はいはい。あんま考えない方がいいんだな。そうです。なんで肘とか打って肘で払ったぐらいがいいかもしれないです。しゃがんだり。そうですそうですそうです。そうです。でこの時になるべく自分の下に落としたいんですよ。なのでこれって横に振るってすごい力いるじゃないですか。なので位置を入れ替わるぐらいのイメージ。僕がこっち、投げる方をこっちに入れ替えてあげるとここに振るんで、ちょうど真下に落としてるイメージですよね。はい。私ちょうど押され方によりますよ。これがこっちに外に押されてるんだったらこういう倒し方になるんですけど、たまたまなんか知らないですけど、ここからこういうふうに来た時はこうなるじゃないですか。この時はこっちなんですよね。なんで押され方によります。今は想定としてはここからなんか肘とかがこう入って壁際に押されそうだってなってる時にくるんでるんで、そうこれが今度こっちにあんまり攻撃する人は実はあんまりいないですよね。こう入ってきたらこうなんか入ってくるのは別ですけど、だけどあんまりなくて、これだとこっちでもいいんですけど、これでくるんでてもこっちでも落とせるんですけど、今はこういう数値なので自分と相手の位置入れ替えてるイメージでちょうどいいかもしれない。はい。そうですそうです。そうですそうです。そうですねそうですね。OK です。あんまりやってる感じじゃないですよね。それでいいと思うんですよ。であとはさっきの一緒のタイミングなので、例えばこれが来た時に、例えばこれが仮にちょっと月だったとしてもこういうふうにずらせたとしたら、この時にこう手が入れるかなぐらい。なんでこの時には入ってないと、これをこうってのは遅いんですよね。もうだってこの人のこっちの手は考えるじゃないですか、こっちとか。なのでここの時に入ってないとちょっと厳しいかもしれない。この時にはだからさっき引くっていうのは多分しがみつけないとちょっと厳しいかもしれないですね、僕たちは。どうしてもやっぱり触らないとかけれないので、こういうのでかかればいいですけど、それは無理なんで、ここでこういうふうにごめんなさいね、これこうなんで手さえ触れれれば、なんでこれ今で離れてもここがいければこれで持ってこれるんで。本当だ。でさっきも言いましたけど、別にこれがここである必要はないんで、こっちでも全然いいんですよ。そういうイメージでやってみてください。イメージです。そうです。そう自然そうですそうです。しかもこっちサイド得意かもしれませんね。さっきから見てると逆が苦手かもしれないですね。逆もってなる流れですか、これは。得意の方をまずはマスターしていただいて。そっか。合ってます合ってます。これ入る。
逆言ってみましょうか。先うまいんで、もうこっち。先生ちょっとはい逆、逆言ってみましょうか。いきなり分かんなくなる。逆は今度ここの肩を触られます。そうですそうです。でこう、はい、そうですそうです。切って、こそうですね。そうです。上げて、う上げて、これをこう回してあげる。こう回してあげる。せーの。そういうことです。そういうことです。はい。はい。動きが大きい。先生に教わると。うん。で、こう？違う。そうです。めっちゃダメだっけ。で、ここ上げるっていう時に重心を上げてあげるイメージ。はい、ふわーっと浮かしてあげるイメージ。そうで浮いたなと思うからくるっと回して落としてあげる。そうそういうイメージでいいと思います。はい、今上がった感覚わかりました。でこれ感覚なんでいいんですよ。自分の中で分かってれば、まあ、相手も多分分かると思うんで。はい。感覚や。ちょっとふわ。ふわっと。ふわっと。で。そうですね。そうですね。なんかめっちゃ今圧かけにして。いやいいですいいです。圧かけてむしろ圧をかけてもらった方が楽なんですよ。あ、そうなんだ。圧かけられるじゃないですか。で要は今どこが厳しいですか。ここが厳しいんですよね。でこの時って要は手を持たれた時にちゃんと体勢を立て直してあげるってこと。こういうふうに自分の姿勢を、もしくは押してる方向あるじゃないですか。はい、方向に合わせて一回分けてこう戻してあげる。もうこれだけで浮くんで。要はね、この人はこうグッと押してるじゃないですか。はい、下に押してるじゃないですか。分かりました。じゃあちょっと言うこと聞くから、じゃあ私の言うことも聞いてってこうして戻すんです。でこれで上げて下げれば大丈夫。どうぞ上げて下げて上げて回して下げて。そう。なんで結構その相手の要望に体が聞いてあげるってことが結構大切で、グッと圧をかけられますよね。今極端に何もしなかったらこうなるわけですよね。はい、なのでちょっとだけ聞いてあげるんですよ。体勢を崩さない、体だけで戻すんです。こうやってもうこれだけでずれてるんで、なんで吸収ですね。いわゆる力のこれでグッとやって支え合っちゃうとこれは吸収してないじゃないですか。でもこれは吸収じゃなくてもう負けちゃってるんで、そうですね、一瞬だけ吸収してあげるんですよ。今なくなりました。だからないからここいける。そここれ触られたら触ってもらったら分かるかもしれないです。そうこれグッと例えば体重かけるのにこうかけて、これ拮抗してるから、僕もこうやって力いっぱい耐えるとあれなんで、こっち押してるんでこっちでこう戻したらここあります。押してる感じないので上がるし下がるんですね。はい。そうなのでなるべく相手のそのなんつうかな圧に一瞬だけ合わせてあげれたらいいですね。もらう。はい、一瞬もらってあげる。はい。逆だから。そうですね。一瞬もらって戻すと。その時に上げてると最高ですね。一瞬もらった時に上げてあげると重心上げてあげると最高です。そうです。これって錯覚にもなるじゃないですか。こう触りに来てこういうふうにやってるとわかります。このままこうやってやると握るところだしちょうどいいんですけど、こう来てこうやるともうこれで触ってないから、でも触ったつもりなんですよ。一瞬見ました。今の見ましたか。だから子供騙しですよね。ここに誘導しといて、ここでグンって攻撃をする、いいですよ。バーンと置いてください。でこれはグンってやった時にはもうこうなる。これずれてる。今わかりやすい。ずれてる。なのでちょっとだけずらしたけど、あれ触れないって思う瞬間ができればいい。そうですね。そうです。あって言った時にやってあげる。でこれは自分が早く動けるんだったら来た時ここだっつって自分が早く動いてもいいんです。だけどお互いにピリピリしてる時にどっちがってあれなんで、一回待っといてここですねってやった方が崩れやすいです。ここですね。なんで常になるべく起こりは見る方がいいってことですよね。伊藤先生どうでした今？いや、本当に抜ける感じですね。こっちが力ガンって入れてるのを一回騙されて、でそのままゴロンってその勢い使われた感じが
で合ってるそう合ってます合ってます合ってます。はい。やりたいことはそういうことなんです。はい。騙しですよね。だから捕ませると思っといて捕ませない。でもこういうことやると今度は違うこと考えるんで、はいなるべくここにいてあげるんですよ。で引きこのぐらいつけて。そういてあげないとこれが大きくこうやって動くとはい分かっちゃうんで、わかるなんであくまでもこのぐらい、もしくはあくまでもこのぐらい。これでも位置変わってるじゃないですか、はいこれでも位置変わってるんで力のかけ方って変わるんですよ。これだけで、本当だ。ね、これでも下がっても変わる、もしくは後ろに引いて回しても変わるので、ちょっとずつここが動けばそれだけつかみづらい、当てづらい。ありがとうございました。和田さん特にびっくりしたやつとかってありました？特にびっくりしたやつか。この部分練習を本当になんていうんですか、相手にバレないようにこう自分がこう肩こうやってやった時にスッて外されたのは、私もそれ今浮かび上があったね、なんかこうはい、なくなったっていうので思った瞬間にもう倒されて。はい、あれなんか動画でゆっくりこうやってやってるのをこうやって見ると、なんかなんでってもうバレバレじゃんって思うんですけど、自分がここにあると思ってこうやったのをふって外されるとみたいななるなる。なんか一瞬あれってなってる間にくるんって回されるみたいな。そうだよね。だからあれが部分トレーニングの一つの効果なんだなそうって、だね、使い方でもあるよね。あれが一番びっくりしたことですね。意外とだから武道とかやってらっしゃる方の方がかかりやすかったりするんじゃないかな。前の感覚が鋭い人ほどあってなっちゃうんだろうなと思う。なんか何もやってらっしゃらない方より。確かにバチンってやったら多分あんまり意味ないんだと思うんですけど、あれ肩をギュッてこう掴みに行くとスッと外されてるのかもしれないですね。ね。山本先生は、伊藤先生とかは、若くて動きが良くて反射神経が鋭いからかかりやすいって言ってましたね。ああ、そうだ、言ってましたね。騙しやすいんでしょうね。ああ、そうですね。はい。多分はい、反応しちゃうんですよね。反応しちゃうんだろう、気づいちゃうんでしょうね。そうですよね。だからその餌に食いついちゃう。簡単。やられないつもりでやってたんですけどね。伝統空手道国際松濤館の金沢日和さん、組手と形の両方で世界チャンピオンになったこともある超本格派。おじいさんは空手界のレジェンド金沢博一先生、お父さんは国際松濤館の館長金沢信明先生という空手家系の3代目です。実際の体験映像とアフタートーク、本格派の空手家ならではの感想がとっても良かったですね。次回も日和エクスプレスお楽しみに。国際松濤館の YouTube チャンネルでは空手家金沢日和さんの活躍もたっぷり見れますよ。ぜひ登録してみてください。 Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。